皆様、ごきげんよう。マリー・アントワネットチャンネルです。前回の動画ではベルサイユ宮殿の王のグランアパルトマンについて解説しましたが、今回はその続きです。有名な鏡の間とその両側にある清掃の間と平和の間について、その歴史背景や見どころなどを解説したいと思います。それでは行ってみましょう。鏡の間に行くには右下のガブリエルの階段から王のグランアパルトマンを経由していきます。ベルサイユ宮殿には廊下がないので、目的地に行くにはいちいち部屋を通り抜けなければなりません。ここはヘラクレスの間、次が豊穣の間。ここから先の部屋には惑星を表す神々の名前がついています。金星のベヌスの間、月のディアーヌの間、火星のマルスの間、水星のメルクリウスの間、太陽のアポロンの間、月明かりは清掃の間です。あれ、木星と土星はと思った視聴者の皆様、鋭いですね。実は初期には両方ともちゃんとありました。こちらの図面をご覧ください。これは鏡の間と清掃の間、平和の間が作られる前の見取り図です。前回の動画でも解説しましたが、ベルサイユ宮殿はもともとルイ13世が狩猟のための小さな城館として建てたのが始まりです。この中央の緑で囲った部分がその小さな城館で、ルイ14世はルイ13世が建てた城館を外側から包囲するように増築し、宮殿として段階的に拡張していきました。この見取り図は1680年頃のものです。ルイ13世の建てた城館の上にテラスがあり、その両側に王と王妃のグランアパルトマンが配置されています。アパルトマンとは王族がそれぞれ持っている複数の部屋のことで、一続きに連なっています。グランアパルトマンは王と王妃それぞれが生活するためのアパルトマンで公開されている公式の部屋のことです。王のグランアパルトマンをよく見てみましょう。下からディアーヌの間、マルスの間、メルクリウスの間、アポロンの間、ユピテルの間。これはジュピター、木星です。ここでアパルトマンは直角に曲がり、次がサトゥルヌスの間。これはサターン、土星です。その次がベヌスの間となっています。鏡の間ができた後の見取り図と比較すると分かりやすいですね。ベヌスの間はディアーヌの間の隣に移動しています。王と王妃それぞれのベヌスの間とサトゥルヌスの間の計4部屋を潰して、テラスがあったスペースと合わせて鏡の間を作り、さらに両側のユピテルの間を清掃の間と平和の間に改装しました。こちらの絵は庭園側から宮殿を見た絵ですが、テラスがまだあった頃の絵です。なぜテラスを壊してまで鏡の間を作ることになったのでしょうか。テラスは風雨にさらされ、使い勝手が悪かったため屋根が必要だったのですが、他にも理由がありました。ルイ14世の治世の前半を見てみましょう。ルイ14世が父であるルイ13世の崩御に伴い即位したのは4歳の時です。この時はまだ政治を行うことができないので、母アンヌが摂政に、マザランが宰相となり、政治が行われました。1661年、マザランが死去すると、23歳のルイ14世は自ら政治を行うことを宣言すると同時に、ルイ13世が建てた城館の改築を開始しました。
この時から40年以上にわたってベルサイユ宮殿が拡張していくことになります。ルイ14世はネーデルラント継承戦争、フツラウ戦争でフランス領土を拡大すると、ヨーロッパにおけるフランスの影響力が強まり、やがて絶頂期を迎えようとしていました。1682年、ルイ14世は政府を正式にベルサイユに定住させることを決定します。それまでは政府は宮廷とともに宮殿から宮殿へ数ヶ月ごとに移動していました。ルイ14世はフランスの栄華と国力を示すための宮殿としてベルサイユ宮殿の拡張と改築に力を入れます。鏡の間はそのための象徴的なギャラリーとして作られました。当時はガラスは作るのに大変な労力と時間がかかる高級品で、その製造はベネチアが独占していました。現在でもベネチアンガラスは有名ですね。ルイ14世の側近の一人、財務総監のコルベールはガラスを国内製造するためにベネチアから職人を連れてきて法律ガラス工場を設立します。これによりフランス産のガラスの質と生産量が飛躍的に向上し、ベネチアの一強が崩れることになりました。鏡の間の鏡はこの王立工場で作られた鏡が使われていますが、当時の最新技術で作られたそうです。装飾にこれほど鏡をふんだんに使ったのは見た目の豪華さだけでなく、フランスの技術力の高さを示すためでもありました。フランス政府の中枢ともなれば諸外国の要人を招くので、彼らにフランス国王の権威と財力を示し、フランスに対する誠意を喪失させる目的もありました。ちなみにコルベールが作った法律ガラス工場はルイ・フィリップの時代に民間企業になりましたが、建築資材を扱う多国籍企業サンゴバンとして現在も存続しています。サンゴバンはルーブル美術館のガラスのピラミッドも作っています。フランスの歴史を支えている会社ですね。コルベールは国内の産業を発展させるために輸入品に高い関税をかけ輸出を増やしました。コルベールはガラス工場だけではなく、他にもゴブラン織りの工場、パリ天文台、科学アカデミーなどの設立にも関わり、現代フランスの科学技術と産業の基礎となりました。コルベールはとにかく有能な人物で、財務総監だけでなく海軍大臣、建築総監なども歴任し、ルイ14世の右腕として内政の重要な役割を担っていました。財務総監に就任直後から財政健全化のために効果的な税制に取り組み、政府と癒着していた金融業者を摘発して赤字解消に努めました。現代の日本の政治家にもこういう人がいればと思ったのは島主だけではないでしょう。ちなみにコルベールは建築総監としてはベルサイユ宮殿やルーブル宮殿の工事に携わっていましたが、ルーブル宮殿の工事に忙殺されるようになると、ベルサイユ宮殿の現場監督をシャルル・ペローに任せました。シャルル・ペローはペロー童話集の作者として有名です。ちょっと意外な人物がベルサイユ宮殿に関わっていたのですね。話が脱線したので鏡の間に戻します。鏡の間は全長73メートル、幅 10.5 メートル、高さ 12.5 メートルの広大なギャラリーです。シャンデリアは24個あります。広すぎて暖房効率が悪いので、最初から暖炉の設置が考慮されていませんでした。窓は庭園に面しており、窓と反対側の壁に窓と同じ形の鏡のアーケードが17あります。この島でも同じように作ってあります。
アーケードは357枚の鏡で構成されています。窓が西に向いているので、夕方は太陽の光が差し込むと鏡やシャンデリアに反射してきらめきます。当然この演出効果を計算して建てられていますが、これを考えた建築家のマーサールはすごいですね。当時の外国の大使がこれを見たら圧倒されて、フランスと戦う気も失せるでしょう。平和の間と鏡の間の間には、当時は可動式の仕切りがあり、国王が外国の大使と謁見するときは、その手前に玉座が置かれていました。大使たちは、両側に宮廷人たちがずらりと並ぶ中を玉座の下まで進んだのです。装飾を見てみましょう。天井画を描いたのはシャルル・ル・ブラン。ルイ14世の功績を称えるための絵で27枚描かれています。ネーデルラント継承正装と仏蘭正装について描かれたものが多いです。北側からドイツ、スペイン、オランダの同盟を象徴する絵で始まり、オランダの和訳の自宅を象徴する南側の絵で終わっています。天井の中心には1661年の神聖開始の絵、国王自らが統治するとプレートに書かれています。柱の石材は大理石だと思われていますが、ルージュドラースと呼ばれるベルギー産の赤い石灰岩です。この島ではシンプルなパネルの枠の色に合わせてグレーにしてありますが、実際にはもっと赤い色です。この石の精細な模様を表現するには島主の画力が足りませんでした。このルージュドラースは古代ローマの時代から利用されてきましたが、ベルサイユ宮殿で多用されたため有名になりました。この柱の頂上の部分のデザインはベルサイユ独特のものになっています。この柱はコリント式オーダーと呼ばれる様式の柱ですが、皆様も西洋の建築で見たことがあると思います。これは東京の赤坂迎賓館の柱ですが、通常はこのようにアカンサスの葉っぱとつるがデザインされていますが、ベルサイユでは王家の紋章と太陽神、鶏がデザインされています。鶏はガリアを象徴しており、ガリアというのはフランスの古い呼び名です。柱一つをとっても今までの様式を踏襲するのではなく、フランスを象徴するためのデザインになっています。ルイ14世のこだわりがわかりますね。この両側にある大燭台は80台あります。ルイ16世が王太子の時、マリー・アントワネットとの婚礼の際に作られました。革命時に散逸したので、アポロンの間にある6台の大燭台をもとに復元されています。デザインは女性の像と子供たちの像の2種類ありますが、この島ではカニ一択です。ルイ16世の父、ルイ・フェルディナンの婚礼の時には、ここで大規模な仮面舞踏会が開かれました。この仮面舞踏会で、ルイ15世は、後に公式の愛称となるポンパドゥール夫人と出会いました。この絵の中に、ルイ15世の仮装した姿が描かれていますが、彼は何に仮装したと思いますか？この辺りにいる8体の緑のロボットのような格好は、実は1位の木の仮装なんですが、なんとこの中の1体がルイ15世です。普段、王様をやっていると、ちょっと変わったものになってみたかったのでしょうか。ベルサイユ宮殿の中でも、象徴的なこの鏡の間は、数々の歴史的な舞台となりました。1870年から1871年にかけて行われたプロイセンとフランスの戦争では、プロイセンが圧勝し、ナポレオン3世が捕虜となってしまいます。フランスの帝政はこれを機に終焉。
共和制へと移行します。パリが包囲されていた1871年1月18日、オーストリア以外のドイツを統一したプロイセン国王ヴィルヘルム1世はドイツ帝国の成立を宣言し、鏡の間でドイツ皇帝として戴冠式を行いました。1919年、第一次世界大戦の講和条約はこの鏡の間で調印されました。この時の様子を描いた絵がこちらです。先ほどのルイ14世が自ら政治を行うことを宣言した中央の天井画の真下のあたり、ここに王は自ら統治するというプレートが見られます。この絵の中の手前側の2人が敗戦国ドイツの代表です。左側で今まさに署名をしているのがドイツ中央党の政治家ヨハネス・ベル。その右隣で椅子に手をかけてもたれかかっているのがドイツの外務大臣ヘルマン・ミュラーです。テーブルの向こう側には連合国の代表たちがいます。中央付近で書類を手に持っているのはアメリカ大統領のウッドロー・ウィルソン。白いひげの人物はフランス首相のジョルジュ・クレマーソー。その右隣はイギリス首相のデビッド・ロイド・ジョージです。この戦争でドイツ帝国は崩壊。すべての植民地を失い、莫大な賠償金を支払うことになりました。鏡の間で始まり、鏡の間で終わったドイツ帝国です。ちなみに、この絵を描いた公式画家のオーペンは、この会議に出席している政治家たちは虚栄心が強く、欲深いという理由で、この政治家たちを嫌いになりました。そのため、この絵の中では、宮殿の大きさに比べて彼らを矮小化して描いています。話はそれますが、この絵には日本の代表もちゃんと描かれています。一番右にいるのが原敬内閣の元全権委員として派遣された西園寺金持です。日本はこのベルサイユ条約により旧ドイツ領だった中華民国の青島及び赤道以北の南洋諸島の統治権を得ます。青島にいたドイツ兵は捕虜として日本各地の収容所に送られました。徳島県にある坂東捕虜収容所では文化活動も盛んに行われ、捕虜たちによって日本で初めてベートーベンの第九が演奏されました。この収容所は現在はありませんが、跡地がドイツ村公園として整備され、歴史が伝えられています。話をベルサイユ宮殿に戻します。鏡の間の両側にある戦争の間と平和の間も見てみましょう。まずは北側の戦争の間です。もともとはユピテルの間と呼ばれ、執務室として使われていましたが、その期間はごくわずかでした。この暖炉は装飾のためのもので、フェイクです。金のレリーフは王の歴史を書き綴る女神、クリオ。暖炉の上の装飾は、ギリシャ神話に登場するライオン、ネメアの獅子の皮をかぶったヘラクレス。よく見ると着ぐるみみたいでちょっと可愛いですね。楕円型のレリーフは騎馬姿のルイ14世です。足元には敵が踏みつけられています。レリーフの縁にはトランペットを吹く天使と鎖につながれた捕虜の姿。戦争の勝利を演出しています。壁には武器をモチーフにした装飾が見られます。ルイ14世のベルサイユ宮殿にかける情熱は相当なものだったようで、戦場からも工事の指示を出していたそうです。天井を見てみましょう。この天井の高さはグランアパルトマンよりも高く、ドーム状になっています。シャンデリアの根元に描かれているのは、フランスの国自体を擬人化した女性です。擬人化が得意なのは日本人だけではないようです。よく見ると彼女が持っている盾には
ルイ14世の顔が描かれています。反対側の平和の間に行ってみましょう。壁の装飾はヘラクレスではなくミネルヴァ、知恵を象徴するフクロウのついた兜をかぶっています。オリーブの枝が飾られていて、フランスの斉唱と平和を表現しています。楕円形の絵の中央にはオリーブの枝を持つルイ15世、右側に描かれている双子の赤ちゃんは娘のルイーズ・エリザベートとアンヌ・アンリエットです。平和の間は正装の間と同様に、もともとは王妃の執務室だった部屋を改装して作られました。平和の間ができてからも、この部屋は王妃のアパルトマンと同様に扱われ、主に音楽会を開いたり賭博をするための部屋として使われました。ルイ15世の王妃マリー・レグザースカは賭博で借金をするほどでしたが、ルイ15世は嫌な顔一つしなかったそうです。漫画「ベルサイユのバラ」でもマリー・アントワネットが賭博にはまっている場面がありましたね。王妃たちは刺激が欲しかったんでしょうね。マリー・アントワネットはこのルイ14世様式の部屋の装飾が好みに合わなかったようで、この部屋の改装を計画していましたが、革命のために中止されました。この下は王妃の寝室ですが、これは次の動画で解説したいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様、次の動画でお会いしましょう。